世界は今、ジェトログローバルアイ。誕生間もないスタートアップにとって事業資金の調達とグローバル化はすぐにでも解決したい課題です。そこで鍵となるのは海外ベンチャーキャピタル。彼らの心を動かすにはどうしたらよいのでしょうか。中国内モンゴル自治区の砂漠地帯。今年9月、この地である砂漠の緑地化プロジェクトが始まった。植樹するときに特殊なポリマーを土に混ぜ、木々の生育の経過を見る実験だ。当然緑化もできてて、ついでにそういう現地の人に農業でもいいし植林でもいいし、不確地になれるものが植えられたら、一番いいんじゃないかなと思っております。このポリマーを開発したのは EF ポリマー。沖縄県に本社を構える従業員8人の日本のスタートアップだ。日本国内でのポリマーの販売は順調だ。商社などを通じて海外進出も少しずつ進めている。しかし CEO のガルジャールさんは、さらに大きな海外市場を目指そうとしたときに国内の支援だけでは限界があると感じたという。But when you are planning to expand your business in the global market, so you require the support from the investor who is from the global. 実は日本のスタートアップがグローバル展開するときに必要不可欠なのは、海外のベンチャーキャピタルから提供される資金や情報などの支援なのだ。沖縄本島の中央部にあるリゾート地恩納村。この地にはスタートアップの支援に力を入れているOIST沖縄科学技術大学院大学がある。10月、日本のベンチャーキャピタルビヨンドネクストベンチャーズはOISTやジェトロとタッグを組み、農業やバイオ、医療分野などのディープテックを対象としたスタートアップイベントを開催。そこに海外から8社のベンチャーキャピタルや投資家などを招待した。日本のディープテックのスタートアップのその海外の投資家からの資金調達、これを支援したいなっていうのが狙いです。彼らはいずれも多くの資金やネットワークなどを持つ大手。日本のスタートアップに興味津々だ。I was a startup founder myself at the beginning of my career, and I find it very rewarding to work with entrepreneurs, and it is my hope that some of the struggles I have gone through can help them. I'm participating in the program because I'd love to help support the further global investment and involvement into the Japanese ecosystem and help Japanese corporations and investments scale into new markets and become more multinational. 3日間のイベントでは、初日にスタートアップがピッチを行い、その後ベンチャーキャピタルなどがメンター役となって海外の投資家に響くピッチを伝授。それを受けて最終日に再度ピッチを行う。このイベントには海外を目指す有望なスタートアップ8社が集められた。僕たち2年後ぐらいに海外展開を考えてるんですけど、そこの準備をしっかりしていくためには、今から2年後から逆算して計画作っていきたいなと思ってまして、で、今日その足がかりをですね作れたらなと思って今回参加しました。そう話すのは名古屋大学発のスタートアップトーイングの社長西田さんだ。この企業が着目したのは農業の基礎となる土。休耕地や耕作放棄地の土が農作物の育つ土壌になるには通常5年から6年の歳月がかかるという。トーイングは人工で土壌を作る高機能ソイルという技術を基礎にして1ヶ月程度で農作物ができる土壌に変え安定供給するシステムの構築に成功した。試験農場ではこのソイルを使った土で野菜の栽培の実証実験を行っている。地域で捨てられてしまっているような有機廃棄物を集めてきて、ソイルのプラントを立ち上げてですね、
でそのプラントで作られたソイルを農家さんに堆肥みたいな形で使っていただくと。この高機能ソイルを使ったサステナブルな農業を食料問題を抱える国々へ広めていき、ゆくゆくは宇宙基地で農作物を作る計画も進めている。直前までピッチで使う飼料の検討をするトーイングのスタッフ。いざ1回目のピッチへ。持ち時間8分を使い、海外のベンチャーキャピタルに自社の製品、ビジネスモデルを売り込んだ。一方、海外のベンチャーキャピタルはトーイングのポテンシャルを真剣に見極める。この後、海外の投資家が見て分かりやすくインパクトのあるピッチにするため、ベンチャーキャピタルなどによるメンタリングが行われた。2年後の海外展開を目指すトーイングには、ビジネスモデルにこんな指摘が。我々の技術の一番の売りが何かと、でそれが市場に出た時にどんなものと競合して、それにどういう理由で勝つのかというところを明確に具体化して入れると、そういうアドバイスがありました。トーイングがメンターから分かりにくいと指摘されたビジネスモデルの資料はこちら。そしてこちらが修正した資料だ。タイトルもビジネスモデルからビジネスポイントに修正。イラストを増やし、文字数を減らして見やすくした。最終ピッチを終えたトーイング。西田社長はこのイベントで得られた成果は大きかったという。日本の投資家の方と海外の投資家の方って見方がやっぱり違いますので、そのあたりをいろいろとシンプルにしていって、より伝わりやすくしていくのが非常に大事だというところで、僕らも資料もどんどんブラッシュアップできたのでよかったかなと思います。またこのイベントに参加したうつ病治療の VR システムを開発しているスタートアップにはこんな指摘が。私たち研究型なので何か具体的に収益を上げるっていうようなところの実績はないんですけれども、それでもやってきた実績っていうのはあるでしょうっていうのお話があって、今までやってきたことをきちんと説明するっていうことが大事ですよっていうのをおっしゃっていただきましたね。海外のベンチャーキャピタルは売り上げがなくても今まで研究してきた成果も評価するというのだ。 Other companies, the advice was more focused on how they present their story. It is very important that a startup makes a succinct pitch that grabs the attention of investors and any other audience immediately. 一方、日本市場で順調に売り上げを伸ばしている補聴器のスタートアップには、I adjust some of my goal setting after this mentorship. That was kind of one thing. Probably due to the market size, they're looking for a much bigger potential, side potential. That's what I noticed. Biggest thing. 海外市場に向けては高い志を語ることも大切だというのだ。多くの海外ベンチャーキャピタルが指摘していたのは、参加者が一度のピッチで企業のすべてを説明しようとしすぎていたことだった。I think the main overarching advice we gave to startups today was around making a very concise initial introduction to the problem they're trying to solve, because we found that a lot of the companies had a lot of substance and are trying to present everything that they're doing at the same time. The main core advice would be to distill that information and then go deeper once you found the right partner to go deeper with. 主催者の橋爪さんは、今後日本のスタートアップと海外ベンチャーキャピタルの距離が縮まることを期待している。なかなか海外の VC とアクセスする機会とか、海外のメンターとかとアクセスする機会がそもそも少ないなっていうふうに思っています。彼らがどういうふうなことを考えているのかとか、マインドセットとか、日本のスタートアップに対する期待感とか、そういったこと自体がまだそもそもわからないっていうのがあるので、まずこれを解決したいなっていうふうに思っています。海外のベンチャーキャピタルから指導を受け、つながりやきっかけを得た日本のスタートアップ。彼らの海外展開は
まだ始まったばかりだ。